テクラドデジョンです。今回はね、MSE スポーツ VS レコード武士道って書いてありますが、こちらの対戦マッチングやっていきたいと思います。下の方熱いですね。ストラット VS ドライブゲーミング。こちらもね、別の動画で、紹介しますので、ぜひ合わせてご覧ください。さあ、それでやっていきましょう。さあ、始まってますね。またしても、いきなり始まっていくスーサイドラバル。純正型、バネさんですね。ドラゴンがめっちゃ多かった人なんですけど。ボックス配置に対してはこういうスーサイドタウンホール14のからもよく使われてたような感じですね。天才とかもね、多かったような入りですが、真ん中がシングル IT と、モノリスってところで、マルチ IT は割とサイドにあるというところで、中心部、ラバルでケアする必要がないと。踏んでの純正ラバル、呪文もたくさん詰めてますね。ヒールの呪文が強いですからね、スーサイドにおいて。打っていくインビジブル。ロイヤルチャンピオン延命のインビジブルかましていきましたが、壊せたのは安いのみ。下からは行くんですよね。ラバボマーを6時展開して、そうなるとちょっとずらして、3、4時面におでんつけてって形になるのかな。ヘイストフリーズのみ。突破していって、本体めっちゃバルーン多いですね。4時からドバッとやっていきつつ、3時展開。レイジも起きつつ、さあ、ラバ破裂しちゃったので3時追加で出してますね。3時の方もこれフリーストヘイストとか、フリーズヘイストとかかけるのかな。さあ、これバルーン落ちちゃうぞ。3時のサイドカットができないので、これモノリスの方にちょっと誘導ができないですね。正直やるべきだった感はあるが、どっちにしろ安いだもんな。10時からジャイウィズでアーチャータワーを切りつつ、ここで一旦ヒールの呪文でバルーンを回復させていきます。いいヒールですね。スケルトンの呪文でタゲ取りつつ、ストライカーをアーチャークイーンに刺していったことで、クイーンの処理がほぼできてたんですけど、モノリスに見つかりました。さあ、ストライカー合流してクイーン殴っていって、なんとか処理ができます。さあ、ボマがね、割とね、ここから出てきたライダーバルーンがどこまで行くか。さあ、モノリスのターゲットは、オールに入っているシングル IT は、ドラゴンライダー焼いていって、ここで帰ってくるポイズンタワー一気に数で押してきたいところ、パピーが落とされてって、さあ、ここ赤バクヒットからのどうだ、バルーン押せるか？モノリスの HP は、落下も入って、ラストなんですけど、時間の方が足りなそう。最後、帰ってきたポイズンタワーが強すぎる。パピーたちがやられたことで時間が間に合わないですね。これは 98%。惜しい。さあ、トライハードクイヒーラバル。ジャンプ入りというところ。ジャイアントも2体ありつつ、シューターを持ってきているような感じ。3時インからの、ぐるっと連れてってジャンプをタウンホールまでって感じですかね。回廊配置に関して結構ジャンプを使って誘導するっていうのがね、タウンホール14の時からある攻略法の一つなんですけど、15になってからやっぱ、序盤がね、やっぱ回廊環境じゃないですか、今。なので、クイヒーラバルに対してジャンプ、バスターに切り替えてって、なるほど。クイーンが先行してほしいですね、これは。しっかりと、タゲ取りつつ、このバスターで、マルチ IT かつポイズンタワーのタゲも吸ったりしつつ援軍を取っていくと。さあ、ポイズンタワー受けて。バスター、そうか。突破兵器って今更だけど、そりゃそうだよアイゴレの衰弱は入るけど、呪文は効果受けないじゃないですか、突破兵器って。呪文タワーのあれも受けないんですね。インビジブルとかは別ですけど、ターゲットないからね。キングはもう一度戻ってイーグル砲の方へ大事ですね。シングルこれはフリーズ入れて、いやー、素晴らしいイエティ。追ってくれたので、シングルの方も入ってってからのタウンホール。いいですね。ヒーラーはこれ安いで戻されて、一応インビジブル、フリーズの呪文も使いつつ、キング盾にロイヤルチャンピオンも頑張っている。さあ、もう一度インビジブル中心打ちつつ、ストライカークイに合わせて、ヘイストトームと。このままヘイストに乗って、マルチ IT 周りの空罠まで見たいところですが、ちょっとバルーン、進行が
まあ、ここ罠しっかり入りつつ、最終区画クイーンクローク。いやー、ダブル巨爆。トルネードダブル巨爆タウンポイズンというね、地獄のコンボを食らいまして、クイーンの方は落ちてしまったんですが、ここモノリス突破できて、ロイヤルチャンピオンも来ましたね、レイジに乗って。さあ、バルーンは全部落ちちゃって、ここでキングが待っている。どうだ？あ、キングがいる。攻撃のキングもいる。さあ、これ、おでんから行かれた対空砲、優秀すぎるな、こんなにガゴいるのに。残り時間は30秒。さあ、キングの方で全ての防衛施設のタゲは取りたいんですが、かかりすぎてもキングのタンク力が。あ、でもフェニックスだな、これ。さあ、ここ一回キング死にますが、帰ってきます。帰ってきたキングの方で、これは第1クロス固めて、いやー、ナイスリカバリーと言うべきなんでしょうか。まあ、ミスがね、ミスらしいミスが一つもないというところで、素晴らしいプランだったのかなと思います。バーサス。さあ、ライトニングトータル10発ですね。10発の、ってなると真ん中マルチか。真ん中マルチ、イーグル折りプランですね。ダダダダダダンとエアスイ2本折りつつ、マルチイーグルぶっ飛ばしてタウンスニゴプと。ロイヤルチャンピオンにフェニックスつけつつ、まあ、ダイクが絡んでるので、ここ、そうですね、スニゴブちょっと普段より多めに出していかなきゃいけません。22で出してる。タウンインビジブルですね。さあ、ここは、ちょっとずれてきましたが、しっかり直にタウンホールをたげれる位置がありましたね。さあ、タウンホールは一度隠れてしまうので、この隙にクイーン展開、スニゴブサイドカット用のものも置いてから、ロイヤルチャンピオン展開していきますが、さあ、インビジブル。ちょっとね、これ、ロイちゃんへの被弾が入りまくっちゃいますよね、このあれだと。まあ、対地クロスのタゲ、フェニックス込みだしな、これ。これ、クイーンは、内側入れてきたいってことか。通路同士でシングルあたりも取りたい。さあ、援軍処理なんで、ここがね、重いっすね。さあ、ポイズン打たないとクローク必要になっていって、まあ、どっちしろ。まあ、別にそれでいいっていう感じかな、これは。宝石が厳しいな。呪文がただでさえないんでね。まあ、ボマーをリカバリーでここ使ってきましたが、本来こういう使い方したくないでしょうね。さあ、トルネードまで合わさって。まあ、イーグル砲はね、初手にライトニングで落としてって、まあ、マルチ IT も落としてるので、一応範囲ダメージっていうのが、投石機のみになってますね。まあ、ウィズドとか除けばですけど。強い範囲ダメージのところはそこしか残ってない。赤爆ヒット痛い痛いトーム打ちたくないから、こんなとこで。こんなとこでトームは打てないので、さすがに嫌なんですけど、ロイヤルチャンピオンを上側から出さない、ストライカーを上側から出さないとロイちゃんに反応してくれないからね。キング残ってるから。何してるさあ、ここでストライカー出してって、ヘイストからのトームをまだ貯めていく。偉いですね。しっかり貯めていって、ポイズンタワーまで貯めていくのか、これは。さあ、ここポイズンタワーも飛びつつ、バルーン分かれたところでのトーム。残念ながらトームのバルーンではなく、パピーに飛んでしまったので、全滅してしまいました。ちょっとこれは誤算か。さあ、インビジブルタワーは、空振りみたいな感じで。どうだ、ライダーは生き残って上の対地クロスは折ったんですけど、対空砲の方が残りつつ、時間も圧倒的に足りないというところで、88%。さあ、対して MSE スポーツ側もこれはライトニングが12だね。12発型の天才ラバルになっていきます。両サイドの投石を落としていくのかなこれで。モノリスかなじゃあ。大工モノリスを落とす感じかなそうなると。タウン裏のね、あそこ触りづらいですからね。キングの方、ロイちゃん下から、富士下から、キングを投石へ、クイーンでタウンホールって感じになるかなこのまま。で、モノリス大工のとこに天才を打ってって形になりそうですね。ジャイビズで大砲切ってる。
さあ、キング来ました。9時アーチャーターあたりから来そうじゃないかな、ルイちゃん。来ましたね。ポイズン受けつつ援軍そっか。ポイズン入ってねえのか、この編成。ってなると、このフィストロイちゃんパートで、ここで援軍処理できないとめんどくさいんですが、アイゴレこれはラッキーだ。援軍によってはちょっと嫌なあれになりそうですけどね、これ。まあ、今の環境的にそんなにね、処理の難しい援軍セットって入らない環境ですからね、今。まあ、キングのフェニックスついてることで、まあ、ストライカー系はね、フェニックスの方で、フェニックスキングで落とせそうっていうところ、壁越しだったら別だけど。まあ、スパガゴとかは入んないでしょってことですかね。まあ、入ってたらなんとかなんのかな。さあ、呪文がないんでね、この中心エアスイ2機がえぐい。エアスイ2個が逆風で上側吹いてます。さあ、おでんの方にイーグル飛びつつ、ただボーマーが強いぞ、これ。逆風なんですけど、バルーンの方はさすがにマルチ2機に対抗できないんですけど、ボマーがね、落とされるような火力にはなってないですね。イーグルはひたすらおでん像、攻撃のおでんをターゲットし続けて。さあ、マルチ IT 一生ね、ボマーをターゲット取ってはいるんですけど、さすがにマルチのみじゃ、ホーミングとかも特に出てこない。さあ、エアスイ吹かれていきまして、ボマーがめちゃくちゃ強い。ボマー無双だ。さあ、中身にどうせライダーが入ってるでしょう。ライダーを潰せる防衛説は残ってないですね。それに関しても罠次第というところ。ここで弾けるとバルーンの方が、あ、インドラまで入ってるわ。確かに強いかもしんない、そのインドラ。クランジョーの回収もこれめちゃくちゃ早いですよ。ウィーンと上がってきて。インドラ採用面白いな。いいかもしれない。さあ、罠吸いつつ、いや、ボマーゲーでしたね、これ。ボマーが素晴らしすぎた。2連全開。さあ、3人目ですね。2連全開を取られてる側なので、ここは追いつきたいところ。3タゲスタートのところからオデヒースタート。これはそうか、シューターを使いたいからわざわざそこに打ったんですね。火力も上がってくるところなので、まあ、ヒーラー5体つけちゃってるんでね。なるほど。びっくりした。さあ、リクスケルトンは、これは、いい反応だ。ウィザードも出してましたね。テスラの方もしっかり見えつつ、これでシューターでタウンホールの方まで吹っ飛ばせそう。ルートはかなり綺麗に取れそうですね。くじが、スケルトンの呪文とかも特にないので、多分ババイチはおでん像前のバネチェックとかに使ってほしいな。さあ、本体パートスタート。キングネクロをくじ展開していって、ババそっち行ったか。なんだそのババ。ストライカー3体ですが、すごくいいタイミング、これは。簡単に処理することができて、ジャンプレイジ。ヒーラーにメインのレイジですね、これは。そしてトームまでかけちゃう。内側の方で竹取れましたね。さあ、アイゴレは本当に混ぜたんか、これ。ちょっと見逃しちゃった。中心マルチの方までタイタン行きの、タイタンやっぱ HP 高えな、こいつら。レイジがね、結構ヒーラー優先にかけるレイジになってるので、もうエレクトロタイタンへの回復量がすごいですね。さあ、ジモンターの方もタウンホール越しに突破できまして、キングの方はやられたんですが、フェニックス帰ってきて、炭鉱し続けてくれています。オールブレーカーとかはないので、この投石機ですね。この投石ロイちゃんのところをしっかりストライカー込みでフリーズで、スムーズに突破していきたいところ。そうですね、ディギーもできれば死んでほしくないので、延命したいところ。フリーズ、ナイスフリーズです。さあ、ここ一発、ディギーが入って、タイチクロスのタゲはここでターゲット変わってるので、あとは時間だけ。やっぱ綺麗でしたね、プランが。見た段階で。やっぱね、陸の戦術って、パッと見たプランの段階で、綺麗だな、いいルートだなって、慣れる戦術がやっぱプランとしていいんでね。
これはもう見た瞬間に綺麗でしたよね。いや、素晴らしい。一本取り返していきます。ガーサス。さあ、シンセライダーですね。スケルトンインビジブルですけど、スケルトン3枚なので、ワンチャン3箇所。モノリスマルチクランジョでやってくる可能性もあるんですけど、めっちゃあ、それはないな。投石だな、これ。マルチじゃちょっと狭すぎて。投石ですね。うん。さすがに。さあ、3箇所打ってます。投石クランジョ。ちょっとモノリスも、あ、減ってますね、ちゃんと HP。減ってきて、インビジブル1枚残ってるんですが、きっちり成功。いや、まあ、これはね、ほんとうまいね。シンセのスケイン部はマジで、世界一ですからね。さあ、しっかりと、ちょっとアイゴレも、バルーンたくさん出てきたので、ここは追加で出して、外周部の赤枠っていうのが、ありますね。14の時と比べて15はね、そんなに激しい外罠とか置く必要がないと思ってて、そんなことしなくても守れるからね、なんか守ってはめるよりも無難に強い罠の方が、個人的には強いのかなと思っちゃうんですけど。さあ、ここ。フェニックスの弱点でもあるんですけど、発動した時にターゲットが切り替わっちゃうっていうところがね、まあいい意味、いいことはあるのかなわかんない。微妙か。まあいい場面もたまにはあるか。さあ、しっかりこれスーサイドパート決まっていって、ラバボマー。なるほど。で、対空砲撃破しつつ、ポイズンタワー帰ってきてるけど。クイーンこれポイズン受けなければ強いんだが、2枚もかかっちゃった。さあ、上からこれ一気に初手トームのライダースタートです。エアスイーパーのケアとかをね、このボマーの方でできてるっていうところ。うん。トルネが巻き込まれてって、なんなら、そのノリで一瞬で壊せたわ。さあ、レイジフリーズ。呪文もたくさんあってディギーが混じってんぞ、これ。ライダーめっちゃ多いな、これ。いや、うめえわ。これいいプランっすね。まあ、初手のスケルトンインビジブル3箇所折りっていうのもね、めちゃくちゃ強いあれだったんですけど。ドラゴンライダー何体いんねん、これ。6体いる？ボマーから出てきたやつと合わせて6体全部、7体いないこれ。7体いない？なんか、増えてない？ 1 体増えてた？どっから出てきたんだ？ 1。あ、そっか。ボマって今、50枠だから、まあ、バルーン入れずにライダー全部入れたんか。そういうことですか。今6体いるもんね、だってこれ。6体いるね。ボマーの中身ライダー2体ね。熱いな、それは。入ってますね。さあ、対戦相手も、対戦相手って呼んじゃってるんだけど。クイヒーラバル。結構赤枠外置いてる配置多いんですね。やっぱ外周のバルーンやってるイメージで、まあラバルに対しては割と赤枠なくても守れちゃったりするっていうのもあるのかな。突撃艦差し込んでってトルネードがここにある。トルネもね、タウンじゃないとこに置かれてる配置も結構見ますね。投石区画にあったり、なんか14とか13のね、最後の方に良かったような使われ方とか。さあ、穴開けしていって、これはちょっと怪しいか。大砲撃って、ベビドラカットが入ります。しっかり入って、重い。インビジブル。配置クロス穴開けっていうのを狙ってる感じかな。ウォールブレッカーですね。しっかりレイジに乗せてあるので、届いていく。さあ、まだウォールブレッカー2体ある。フォーミングチェックもそれちょっと、つくね。つくけど、配置クロスがダメなので、右空いちゃったから逆にこれは最悪。投げなくて、でも、帰ってこれるな。この後。帰ってきますね。帰ってきた後に、穴開けウォールブレーカー合わせたいですね。上側切りたい。上側切りなくて大丈夫になった。キングなんか投石に刺したそうだけど。いやー、火力も高いので、そうですね。もう早めに始めたかったところ。ただ、パーセントもね、あんまり上がらないでラバル回収始めちゃうと、ターンも起動しなかったりもするんで。
さあ、重い対地クロスを早く降りたいが、ここにはポイズンタワーが入っている。さあ、タウンホール一度固めつつ、ロイヤルチャンピオンも本当は使いたくない使い方なんじゃないかな。これ、ヘイストトーム。タウンポイズンをね、もろに受ける出し方。キングの方がちょっともったいないっすね。下側4時。4時から7時の方流れてたんですけど、ただが一周歩いただけと。クロークはまだ残ってて、ロイヤルチャンピオンも能力は使い切っているという状況。ブーメランをここで使っていって、フリーズ合わせていきますが、さすがに重い。ストライカーがクイーンを処理してくれますが、ウォールブレーカーも使っちゃってんのか。ここで対地クロスに投げれるウォールブレーカーがあれば、ちょっと強いけど。さあ、いいディギーではあります。時間ですね。結構ね、直近ね、どういう上げ方してるかわかんないんですけど、このね、ESL の大会、時間切れも結構多いっすね。時間切れってなんかこれはね、失敗ではあるんですけど、成功だったとしても時間切れになってるようなアタックっていうのが多いですね。さあ、キングスマン、61天才のエレクトロタイタン編成。もうこの編成も完全にトップ戦術としてどんどん使われるようになってますね。陸はやっぱエレクトロタイタンの天才の形か、突アチャの形か、もしくはスーパーボーラーっていうところが割と鉄板なセットになってますね。さあ、この61天才かなりバリューはでかそうだ。何があったんだそこ。バイク小屋、エアスイもあったっぽいな。いろんな数の防衛施設が飛んでそうですね。このままタウンホールまでまたシューターで取りに行く形。この形多かったっすよね。61天才でタウンホールを揺らしつつ、タウンホール脇の防衛施設を一緒に壊していくっていう形。さあ、全ユニットぶっぱ。いい誘導ですね。さあ、ウォールブレーカーも入れつつ。クイーン1マス区画なんですけど、綺麗に誘導して。さあ、相手のクイーンにちょっと無双されてるんで、トームかけましたね。いいトームだと思います。さあ、相手のクイーンが触れないんで、ここはレイジをかけることで、回復量を上げてエレクトロタイタンの被弾を、実質無効化させているという状況。で、この61天才のこういう流れをやる上で大事なのが、タウンホールの横打ちを受けないっていうのがね、結構大事で、伸びる秘訣ですね。これ今この中心部分、イーグル砲とかのとこ触ってる本体が、イーグル砲から攻撃を、タウンホールから受けない。結構ね、攻撃受けちゃうとこでやってる人も多いんですけど、そうするとやっぱ本体伸びなくなっちゃうんで、伸びる伸びないはね、割と、シューターでタウンホール壊せるにしろ、ダメージを横打ちで受けるかどうかってところですね。シューターってね、即時に壊せる兵器ではないので。タウンホールの方はシューターで大丈夫そう。インビジブル1枚とロイヤルチャンピオンクイーンの能力が残ってるところと50秒。回収出せるユニットはもういないですね。外周巨爆。コバックも外周に置いてなんか、すごいな。ネクロ対策みたいなバナナの置き方してますね。クローク置いて、シューターから出てきたイエティもこれ強いな。対地クロスのだけしっかり取ってくれて。さあ、ここでロイヤルチャンピオンブーメラン。4施設もギリギリ被っていって、全回答。さあ、ドヤインビジブル。素晴らしい。いや、強いね、MSE スポーツ。4連全開だ。勝ち確。さあ、今度はクイラバにライドラが入っている。銀刺しの1体のライドラがね、仕事をしたら、すごい映えますよね。さあ、突イエティかな、これは。割とラフにボンと投げていって、対地クロスを手前に落としていく。それでいいなら、この投げ方は納得ですが、間に合わない。ただ、突イエティのバリューはえぐい。クロークは使っちゃったけど、バリューはえぐい。ポイズン打ちたい。ロイちゃんから打ってる、素晴らしい。ライドラ9時だ、これ。そこライドラか。なるほど。下行ってほしかったな、それ。上のテスラも触れるか、これで。
このままね、タウンホールに向けて穴開けしての誘導になると思うんですが。サイドカットにキング使いたくなかったってことなので、なんか別の用途がね、あると思うんで、ライドラを使ってまでね、キングを残したかったの、どういう使用方法になるのか見たいところですね。いや、これクイヒーのルートはすごくいいのと、やっぱ突イエティのバリューが良かったですね。いやー、危なかったね。イーグル砲が飛んできてる、かつヒーラーが入ってないんで。まだ入ってない。ラバルは、キングなのか、何かしらなのか上から来ると思うんだけど、今度はインビジブルがヒーラー入ってない。早めに出したい。さあ、下からラバルでキングが3時。なるほど。これをやりたいからこそのライドラ仕様です。さあ、クイーンクロック。あ、そっか、使ったんだ、最初に。いやー、そのマルチの今度いてー。さあ、フィストでイーグル砲飛ばしつつ、ここでのトーム。対地クラスからね、ロイヤルチャンピオンも捕まり、キングの方もキングにも捕まりってところなので、ヘイストをここかけていきつつ、終点投石が上がるところですね。マルチ IT。この辺はできれば食い火で落としたかったところ。クロークがあればめちゃめちゃいい展開が作れてそうですが、この、ね、マルチよりも対地クラスが残ってんのが痛いな。さあ、ブーメラン。いやー、対地止めて。対地止めて、マルチもう一回止めて。ナイス。しかもフェニックスキングだ。あとは本当に時間だけっていうところ。いやー、強い。対空砲固めてくれたおかげでおでんもこれは生き残っていって、そもそもね、やっぱルートが強かったですね。12時キングもフェニックス化して、回収してくれています。さあ、死んじゃいましたが、フェニックスも生まれて、いやー、素晴らしいですね。いいルート。時間もギリギリですが、間に合わせていって、ガーサス、クイーン落ちましたが、ナイスリカバリー。さあ、ラストアタックですね。おでん、早めの。突圧ですね。前の対戦でも同じような攻めをしてました。呪文がなくなる分をね、アイスラバハウンドっていうところで、フリーズを2発分撃てるような感じにしていくと。タウンホールからはかなり近いエリアに落としてきたので。でもここ、イーグル砲モノリスだったり、ここを入り込めたの強いですね。しっかり防衛のアイスゴレムもね、隠れ続ける使い方なんですけど、入っちゃってますね、攻撃が。なので、フリーズ一度入りつつ、イーグル砲も折れて、投石行きたい。いやー、ロイちゃんもこれは、隠れちゃった。隠れちゃったけど、たくさんいる。さあ、スパーチャー、レイジタワー落として。いやー、惜しい、ギリギリ。ただ、ロイちゃん落とせて、なんか、おでんがまだ生きてます、上で。いやー、これ、トツアッチャのバリューはでかいですね。でも、クジ側、イーグル砲も折れてるんでね、ユニットどれだけ出しても大丈夫なので、クジ側の方もアーチャーターとか切りつつ回収していって、おでん、迫撃を独断で撃ってきました。ちょっとスーサイドパート上からやりたかったと思うんですけど、これ下からやらざるを得ないですね。せっかくクジ側切ったんですけど。ストライカーは当てていきつつ、でも下に回ったら回ったで、それはそれで悪くないかな。さあ、フィストも使いつつ、リカバリーでの展開にはなっちゃってるんですけど、全然いけそう。テスラモリ。アイスラバ当ててもいいかも、一発。そうだね。アイスラバ当てたいね、ここはね。アイスラバ使って、ここフリーズが入ります。かなり外周部に陸助だったり、いろいろありつつ。さあ、クイーンの方にストライカーも入っていきつつ、裏からアイスラバで、また、ラバルを組みつつ、虹側もね、外周部の防衛節切ることで、マルチ相手に綺麗に進むような形をとっていきます。シングルのタゲはここで、キングがね、フェニックス化で取ってくれて、マルチ IT の方にバルーンが集まっていく。いやー、うまいね。これ、トツアチャパートがめちゃくちゃ良かったですね。うまし。15点ですよ。タウンホール15でパーフェクトはえぐいっすね。つんよ。パーフェクト勝利。ガーサス。はい、というわけで終わりまして、12対15と圧倒的パフォーマンスですね。めちゃくちゃ強かった。15点。パーフェクト。素晴らしい、あれで決勝戦まで上がれた感じになりますね。さあ、この後トライブ VS ストラットというね、超激アツマッチングが控えております。そちらの対戦カードもね、ぜひご覧ください。というわけで今回はこんな感じで終わると思います。チャンネル登録、高評価、お願いします。